うまいこといった。捨てて、ほほほ。おお、残地物すごい。コンロって書いてある。コンロやな、コンロ。やろな。今回洗面台にするのはこの杉の古木です。友達の家具屋さんに聞いたんですけど、こういう一枚板を削るときは、こう、定規を当てて、どこが高くてどこがこうへっこんでいるのかっていうのをまず確認して、この真ん中がちょっとこうたわんでますね。このたわみもあるんですけど、こう斜めにねじれてる場合もあるので、定規をこう斜めに置いたりしながら見てみた方がいいそうです。やっぱここですね。この辺が低いから、こう削っていこうかな。電気ガンナは刃の出をほんの少しだけにして、木の方向に平行にして丁寧に削っていきます。刃を出しすぎると削った前と後の段差に後から苦しむことになります。洗面台の表面の凸凹が平坦になったら、今度は表面を滑らかにサンドペーパーで仕上げていきます。塗料は木目の方向に沿って塗ると木繊維にきちんと浸透します。天板の受けをつけます。最終この6ミリの穴を開けるんですけど、ここはタイルなんでいきなり大きな穴を開けると割れる恐れがあるので、この3ミリを経由して次に6ミリで穴を開けていきます。でまず3ミリ。これはビスアンカーといい、ビスが効かない部分にビスを効かせるための部品です。天板の受けをつけることで全体が安定し、見た目もL金物を使うよりすっきりします。で、その木をつっかえ棒で入れてほしいね、下に。よしよし。
バチバチや。うまいこといった。いいっすね。うまいこといった。よし、めっちゃかっこいいやんこれ。めっちゃかっこいい。ええな。むちゃかっこいいやん。次は壁に取り付ける鏡を設置します。おお、むちゃくちゃ綺麗。ほう。取り付けたい位置を正確に測って支え金具を先に取り付けていきます。お願いします。はい、そろっとね。この両面テープつけていきます。必ず接着剤と取り付け金具を併用してって書いてあるんで、これと今回の場合だったらこれと金具の併用になります。じゃあ下からはい乗せてゆっくり、上の金具は穴が縦に長くスライドするので鏡を設置して金具を下に下げ鏡を固定します。両面テープは珪藻土からつかんねそうっすね。そういうことやな。もう多分これ以上下がらないのこれさ。もうしゃあないわ。えんちゃんバチバチやな。火花が散る鉄加工などの作業の時はゴーグルや目を保護するアイテムは必須です。DIY で作るレベルの溶接ならホームセンターに売ってる 100V の機械で十分できちゃいます。どう久々に走ってみたけど結構いけてんじゃん。どう足これ絶対かっこいいやろこれは。溶接めっちゃ楽しいし、洗面台の足口によるちょうどいい調整付きの突っ張りを作りたかったのです。いいね。よいしょ。渋。この辺がちょっとね水対策をしないといけないので、お風呂の壁に使うはずだったタイルこうしとくと水対策はバッチリしたね。水道蛇口の配管用の穴の位置を書き記します。
もうこれやられる方は僕は先に失敗しておくので間違えないようにしてください。この径が通るぐらいの穴を開けないとダメ。こいつね。40ミリね。こらほんまこんなでかいの開けたらあかんわ。でこうサンドイッチするんですね。こうあれこうか。おお、この天板が入ってこうね入ってこれで閉める。さあ洗面台の難所ですね。この水洗レバーの取り付け、ここでひよっちゃいけない。なかなかね説明書とか調べてもあんま出てこなくて、これ結構かっこいいね。中国のメーカーかな。真っ黒なねレバーで、おそらくこう赤いのがお湯ですね。でこれが水で、この2本のホースがおそらくこうなんだろうね。こうなって、でここを経由してこの1本に混ざって混合されて、ここから、お湯が、流れてここに、行くということだと思います。なので最終的にこれがねここに入るんですよね。でこのなんやパッキンとか金具とかついてますけど、これがこのゴムのパッキン入ってるんで、これが天板の上に行くはずなんです。でこれと、これがネジで抱き合わせて、このパッキンがぐっと潰れて、水が侵入しないようになっていますね。これはさあやってみよう。おしゃ入ったぞ。回すとこ細っ。どうやってこうか。これが重りになってノズルが引っ込む仕掛けです。いいやん。水回りは特にしっかりとコーキングをして隙間への水の侵入を防ぎます。
マスキングは際に沿って丁寧に貼り、コーキングはやり直ししづらいので、できるだけ一発で整えます。マスキングは程よく硬化したら早いうちに剥がすといいです。24時間程度置くと完全に硬化します。排水管を取り付けます。この時プラスチックや金物のパッキンを忘れずに排水管に通しておきます。照明はプロの方に頼みます。ほほほこれそこで手前に